エアコン多すぎ。一体どれがいいの？こう思われている方多いと思います。エアコンは参入しているメーカーが非常に多く、実際迷いやすいようにできています。でも一度取り付けると基本的に10年は付き合うことになるエアコン、失敗したくないですよね。今回はそんな皆さんに人気メーカー4社の特徴や評判、昨年モデル化の進化点も触れていきます。長尺となってしまいましたが、今回もこれ1本に動画5、6本分の内容を詰め込んできましたので、ぜひ自分に合ったエアコンを見つけていってくださいね。それではやっていきます。はじめに高いエアコンの魅力について簡単に紹介します。魅力は大きく分けて2点あります。1点目は快適性。これが大きな違いです。もう少し詳しく言うと、多彩なセンサーが搭載されていることが多く、人に風が直接当たらないように風よけしたり、室温が一定になるように気流制御も賢く働き、温度ムラも少ないです。また出力も強く、同じ適用上数のモデルでも上位モデルとなると 1.5 倍近くパワフルで、冷暖房の効きを実感できます。目標温度に到達する時間も短くなるでしょう。中には外気温や天気を見ながら制御を変える賢いものもあり、静音性も高いです。それからジメジメした梅雨や夏の時期に必要な除湿も、下位モデルに見られるただの弱冷房運転ではなく、より効果が高い運転をするのも特徴です。この除湿機能の高さを求めて上位モデルを購入される方も多くいらっしゃいます。2つ目は電気代。賢く運転することと各パーツの省エネ性が高いこともあり、使い方や地域にもよりますが、6畳モデルで年間4000円程度、14畳モデルとなると1万4000円程度安くなります。14畳を超えてくるモデルは電気代の節約が見込め、仮に10年使うことができれば本体価格差をペイすることも可能になってきます。これらが主な魅力ですが、もう一点よく話題に上がるのが自動掃除機能の有無です。上位モデルになるに従い、フィルターの自動掃除機能が搭載されています。フィルターを自動で掃除し、ダストボックスの中にホコリをためるというもので、ユーザーはこのホコリを定期的に捨てるだけでよく、お手入れの負担を減らすことができます。ただこの自動掃除機能はユーザーにより賛否両論で、清掃業者へのエアコンのクリーニングを依頼する際、7000円程度は割高になります。エアコンは自動掃除機能の有無関係なく、一定期間使用後はクリーニングが推奨されています。高温多湿な日本ではどうやってもカビを完璧に防ぐことはできません。そのため、どうせクリーニングをしなければいけないなら自動掃除機能なんていらないという声も一定数あります。よくこのクリーニング代にだけ注目し、自動掃除機能のないモデルを激推ししているブログ記事や YouTube 動画を見かけますが、必ずしもそうとは限りません。こちらをご覧ください。これは本チャンネルで行ったエアコンのクリーニング頻度と自動掃除機能は欲しいですかというアンケート結果です。まずエアコンのクリーニング頻度ですが、意見が割れ、最も割合として高いのはほぼやらないという方で 35%、 次いで 2,3 年に1回という方でした。半数の方が3年以内にクリーニングをしているので、その頻度でクリーニングをされるのであれば自動掃除機能がいらないという声があるのもうなずけるところでしょうか。次に5年以上クリーニングされない方と3年以内にクリーニングされる方に、それぞれ自動掃除機能は欲しいですかという質問をしました。この結果は非常に興味深く、3年以内に掃除される方でも半数の方が自動掃除機能に肯定的な意見でした。エアコン清掃業者の方から見ると、クリーニングも大変になるし悪いことずくめなんでしょうが、ユーザー側の視点としてはどちらかというと受け入れられているというのが現実なようです。エアコンは部屋の高いところに設置されていますし、フィルター掃除は若い頃は簡単にできても、
年を取ってくると高いところに手を伸ばすのも大変になってきます。そういったニーズにも一役買っているのかもしれませんね。なお、自動掃除機能はメーカーの注意書きにもありますが、油煙やタバコのヤニが多く発生する環境ではホコリが粘着を帯び、取りきれないで残ります。自動掃除機能の向かない環境ですので注意が必要です。それでは早速、大手4社ダイキン、三菱電機、パナソニック、日立の比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でエアコンを買うとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ダイキンが相変わらず圧倒的な人気を誇り、過半数を超え、次いで三菱電機、パナソニックでした。ある程度は分かってはいましたが、ダイキンはエアコン世界売上高ナンバーワンを誇っているだけあり、人気は凄まじいものがあります。ちなみに今メインに使っているエアコンメーカーはというアンケート結果では、もう少し票がばらけるものの順位変動はなく、こちらでもダイキンが強かったです。その他には富士通ゼネラル、東芝、シャープのエアコンを使用しているという声が多かったです。1000近い回答をいただきまして、皆さんいつもありがとうございます。このデータはそこらのランキングサイトなどで紹介されているような出どころ不明なデータではなく、皆さん一人一人が投票してくれた生データですので、シャチパンにとって信頼できる統計データです。さて、話を戻して上位モデルを基準に各社の特徴を見ていきます。まずは暖房能力。各社の暖房最大能力を比較します。このグラフは各メーカーの6畳から29畳用の暖房最大能力です。横軸が適用畳数、縦軸が暖房能力となります。この数値が高いと暖房がより効くのはもちろんですが、効くまでの時間も短くなります。ぱっと見14畳モデルから突然能力が上がっているように見えますが、これは14畳を境に電源が 200V となることが多いからです。コンセント形状も変わってきます。注意深く見ると、各メーカーの暖房最大能力は3グループに分けられます。6畳と8畳モデル、10畳と12畳モデル、そして14畳モデル以上の数値はほぼ変わりません。そのためネットでは6畳、10畳、14畳モデル以外は高いだけなので買うべきではないと言っているところもありますが、後で触れる冷房能力はそうではない点。そもそもこれは上位モデルに見られる特徴なので、全てのモデルに該当するわけではない点。この2点は覚えておきましょう。さて、各社の比較に戻りますと、6から12畳クラスのモデルではダイキンが昨年よりわずかに落ちましたが高めな傾向。一方、8畳クラスまでは三菱電機が他社と比較して大きく見劣りします。14畳以上ではここでもダイキンが全体的に高いですが、パナソニックが他社と比較すると見劣りします。このように適用畳数によって傾向が変わるので、自分の欲しいモデルはどの程度の性能かチェックしておくといいでしょう。続いて冷房最大能力。こちらは暖房の時とは違い、14畳以上で同じとかいうことはなく、自然な右肩上がりとなっています。全体的に見るとパナソニックのスペックが高そうです。他はそこまで大きな差はなさそうですが、強いて言えばダイキンの12畳モデルのモデルが見劣りするかなといった具合です。口コミでは各社のエアコンのパワーに関しては満足されている方が多かったですが、夏のジメジメした暑さに対しては除湿運転に一定数不満の声がありました。次に電気代です。100V 電源の6畳から10畳モデル、200V 電源の14畳から20畳モデルの年間電気代を算出しています。各社そこまで差は大きくありませんが、10畳までのモデルではパナソニックと日立がわずかに優れ、14畳以上のモデルだと日立の省電力性能が昨年より落ち、三菱電機が高水準です。
この電気代は前回の動画でも触れましたが、基幹消費電力量というスペックから算出しています。条件が東京木造住宅で10ヶ月の期間、夏27度、冬20度の設定温度で1日18時間運転した想定となっています。1日18時間は一般家庭で考えるとかなり長い部類に入りますが、設定温度の冬の20度は肌寒く感じる方も多く、かなり節約している設定と言えそうです。この温度設定は環境省が推奨しているものですが、環境省の調査によると、冬の暖房設定温度の平均は 22.6 度、20度以下に設定している方は全体の3割以下にとどまります。一方、夏の冷房設定温度の平均は 26.8 度、28度以上の設定は全体の 35% です。冬の暖房温度設定は結構バラバラですが、夏の冷房設定温度は26度から28度が多く、これだけで全体の8割を占めます。たかが数度と思うかもしれませんが、設定温度を1度変えると電気代が 10% 変わると言われています。節電したい場合は風量を強くする方が電気代には優しいです。皆さんはエアコンを何度に設定していますか？ぜひコメントでいただけると嬉しいです。続いて特徴です。ダイキンの特徴は換気とウルル加湿。知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、エアコンには通常換気機能はなく、部屋の空気だけを循環しています。某ウイルス事情により換気の必要性が報じられ、人気の機能となりました。換気は新鮮な空気を室内へ取り込む吸気だけではなく、室内の熱気やエアコンの湿気を外へ排出する排気にも対応しています。排気は主に夏場に活躍が期待できるでしょうか。なお、吸気と排気は切り替え式で同時運転はできませんので、どちらか一方を選択する使い方となります。ウルル加湿は外の空気中の水分をエアコンが取り込み、無給水で部屋を加湿する機能です。冬場は乾燥しやすいですが、暖房しながら加湿ができるというのが売りとなります。加湿量のスペックはこのようになっており、スペック的には専用加湿器をも上回ります。ただし、これはあくまで最高パフォーマンス値であり、風量設定は最大の5、条件は外気7度、湿度 87% の時です。冬場こんな高湿になるのは雨や雪の日以外ないので、ただでさえ乾燥している冬の外気に対してどれだけの加湿ができるのかと疑問視する声も少なくありませんが、口コミを見てみると、暖房運転時の湿度は上がりはしないが下がりすぎないといった具合で、ある程度受け入れられている印象でした。総じて考えると、本機能は外気の影響も大きく受け、消費電力的にも決して低くはないので、給水の手間やスペース的に問題がなければ、素直に専用機を導入した方が効果は高いでしょう。なお、貫通穴径は他社同等となっていますが、換気と加湿のホースが兼用で1本追加となる分、ホースは太めになり、通すのは割と大変なようです。続いて三菱電機の特徴は、ムーブアイとエモコアイ。ムーブアイは部屋の中を360度センシングし、人はもちろん手先、足先の温度から部屋の壁や床、室温に大きな影響を与える窓の温度まで把握する赤外線センサーです。窓の温度なども見ながら体感温度や室温の変化を予測し、夏場は暑くなる前に冷房を、冬場は寒くなる前に暖房を自動で強めます。他にも部屋の冷え方や温まり方を記憶し、部屋に合わせて効率よく運転したり、家具のレイアウトや間取りで気流が遮られてしまう場合も自動で気流が届くルートを探します。なお、ムーブアイはエアコン真下と犬や猫などは検知できませんので注意してください。エモコアイは使用者の脈の揺らぎから快適・不快の感情を推定。不快と推定された場合は風を大きく避ける運転などでくつろぎやすい空気環境に調整します。
センサー自体はミリ波レーダーを用いた非接触のバイタルセンサーです。医療用途のものではありませんが、ミリ波レーダー自体は自動車の障害物検知やドローンの自律飛行など幅広く搭載されメジャーなものです。同社によると、先ほどの MOVEye と併用することでより快適な環境づくりをするとしています。三菱電機はセンシングに最も力を入れているメーカーと言えるでしょう。次にパナソニックの特徴はエネチャージシステムと換気・加湿機能。室外機の排熱を有効活用することで暖房時も冷房時も省エネで快適運転する機能です。従来のエアコンの冷房は設定温度となると一旦停止し、しばらくして温度が上がれば運転を再開するというオンオフ運転で設定温度をキープしていました。しかしこれでは運転オフ時に除湿機能もストップするので、部屋の湿度は徐々に上昇し不快に感じることがありました。エネチャージシステムは排熱を利用し、運転オフとならないように室温をコントロールすることで運転を止めず室温と湿度をキープできるようになります。それ以外には外気温にもよりますが、暖房時は霜取り運転中でも温風を出すことができます。従来のエアコンは室外機に霜がついた場合、暖房がストップし霜取り運転に熱を使います。そのため室温が5度以上下がることもありましたが、チャージしておいた熱を利用することで霜取り運転中でもある程度暖房が止まらず運転ができます。換気・加湿機能はダイキンの後発です。換気はダイキン同様、吸気・排気を切り替えて行います。加湿はダイキン同様、外の空気中の水分を加湿に使用します。スペック上はダイキンの方がわずかに優れるものの、専用機並みの水準です。ただしダイキン同様、外気の影響を多大に受け、消費電力も追加でかかります。次に日立の特徴は凍結洗浄とファン掃除ロボ。凍結洗浄は同社最大の特徴です。フィルターの奥にあり、お手入れしにくい熱交換器から汚れがたまりやすい排水トレーまでピキッと凍らせ、一気に汚れを洗い流す機能です。結露水による熱交換器洗浄はダイキンをはじめパナソニックなど各メーカー搭載されていますが、凍らせるのは日立だけです。実は結露水だけでは水の量が少なく、カビや油汚れといった粘着性のある汚れは落としづらかったり、暖房運転時はそもそも結露水が発生しません。そのため凍結により発生させた霜を一気に溶かすことで年中十分な水量が得られ、高い効果が期待できます。さらに上位モデルとなると、油汚れを落とすヒートプラスという機能があります。料理で発生する油煙はエアコン内部に吸い込まれ、油汚れの原因になります。本機能は凍結洗浄をする前に加熱することで油汚れの粘着力を低下させます。またこの凍結洗浄は室外機にも対応しています。ただし室外機の凍結洗浄は室温・外気温が25度以上では運転しないことがあるので、室内機と違って条件が厳しい点、それから工場出荷設定ではオフ設定となっているので、ご自身で設定する必要がある点には注意が必要です。ファン掃除ロボはその名の通り、扇風機のように回転して風を送り出すファンの掃除をすることができます。ファンは熱交換器のさらに奥にありますので、通常触るのもなかなか難しいですが、エアコンの吹き出し口から覗き込むと一部が見えます。皆さんも見てもらえばわかりますが、ここが結構汚れます。ファン掃除ロボはファンを逆回転させ、ブラシでホコリを落とします。これら以外にも通風路やフラップ、排水トレーにカビや汚れに強いステンレスや銅素材が使われていたり、今年のモデルからプラズマイオン発生器が追加され、匂いの元となる物質や菌を除去するとしています。最後のイオンの効果はおまけといったところですが、日立は清潔性に最も力を入れているエアコンと言えるでしょう。なお各社の洗浄機能により
エアコンが清潔に保たれますが、掃除が不要となるとはどのメーカーも謳っていません。掃除の頻度は落としてもいいのかもしれませんが、必要になりますので、定期的な掃除は心がけた方がいいです。カビが発生しやすい場所は、エアコン内部の熱交換器、ファン、そして排水経路であるドレンパンになります。次に除湿機能。除湿は梅雨時や夏場、快適に過ごすには重要な機能です。それは室温を下げても湿度が高ければ人は不快に感じるからです。この不快度には不快指数というものがあり、ご覧の式で表されます。これを表にするとこのようになります。縦軸が温度、横軸が湿度。快適と感じる環境は黄緑といった具合です。こうして見ると快適な空間の範囲は意外と狭く、湿度が高くなるに従い温度を下げていかないと蒸し暑く感じてしまうことがわかります。ですが蒸し暑いからといってあまりに室温を下げすぎてしまうと風邪をひいていたなんてこともよくありますので、室温を下げるより湿度を下げる方が体には優しいわけです。ここでは各社の除湿方式と1時間あたりの除湿量を記しています。除湿の方法は大きく分けて弱冷房、再熱除湿、ハイブリッドと3つあります。まずはパナソニックの除湿方式。分類的には一般的なエアコンと同じ弱冷房方式に近いものです。弱冷房方式はその名の通り弱い冷房運転で、急激に室温を下げないように運転しながら時間をかけて除湿していく方式です。電気代はあまりかかりませんが、除湿量も控えめ。室温低下があり、室温がある程度まで下がると湿度がまだ高くても運転停止します。パナソニックは先ほど紹介したエネチャージシステムに加え、熱交換器の一部を除湿運転させるパーシャル制御があり、室温低下が従来と比べ抑えられ、改善が見られるものの除湿量は非公開です。除湿性能という点では他社より見劣りするでしょうか。次に三菱電機と日立が採用している再熱除湿方式。除湿を重視している方からは人気の方式です。電気代はかかりますが除湿量が多く、室温低下もなく快適という特徴があります。室温低下がないのは一度冷やして除湿した空気を温め直して適温にしているからです。この温め直しに電気代が余分でかかりますが、除湿運転が止まることなくしっかり除湿できるというわけです。再熱除湿機能を採用するエアコンは除湿運転に定評がありますが、日立は再熱除湿運転中の風量とコンプレッサー回転数の連動制御や冷媒の流れを切り替える特許を抑えていることもあり、他社より風量や温度設定に自由度があるようです。ダイキンの除湿方式はリニアハイブリッド方式。弱冷房除湿と再熱除湿の間の効果と捉えておけばいいかと思います。普通の弱冷房除湿に加え、パナソニックのところでも解説した熱交換器の使用エリア制御、それから温度差が少ない状況でも加熱して除湿する制御、そして吸気による除湿、これらを横断的に制御して除湿していきます。加熱する工程があるので一見室温低下はなさそうに思えますが、再熱除湿方式ではないので室温低下は少なからずあると考えておいた方がいいでしょう。除湿量は他社と比較しても最高のスペック値を誇りますが、電気代は再熱除湿並みにかかり、また制御もかなり複雑なので使用環境によってはうまくはまらなかったという方もいらっしゃいました。続いて価格。最上位モデルの6畳から10畳、14畳から20畳の家電量販店モデルと住宅設備用モデルの現価格を記しています。先日のエアコン動画でも触れましたが、家電量販店モデルは文字通り家電量販店で売られているモデル、住宅設備用モデルは工務店やハウスメーカー、ネットでの取引もあるモデルです。見てわかるように住宅設備用モデルの方がネット販売まで含めるとおよそ3分の2の価格で8万から10万円ほど安いです。
ハイモデルで安い住宅設備用モデルは機能制限されていることが多く、安いのは安いなりの理由があるというお話をしましたが、実は上位モデルはその機能制限がありません。そのため価格だけで言えばだいぶお得で、年中モデルチェンジ時期の特価が出ているようなイメージです。どこで買うかにもよりますが、工事費やリサイクルの引き取り料もほとんど遜色ないケースも多く、違いがあるとしたら保証です。ネットでは3年から10年と幅広く、また保証内容も分かりづらかったりしますが、量販店ではだいたい10年保証で、内容も約款に定められています。保証は差があるように見えますが、量販店の長期保証が完璧に優れているかというとそうでもなく、以前量販店の長期保証動画で触れたように、保証内容は量販店によってまちまちであり、5年以降は保証金額が減額していくところ、年数が経つと部品代が含まれないところ、突然解約してしまうこともあります。ただ悪いことばかりではなく、運悪くエアコンの初期不良が発生した場合、工事不良なのか本体不良なのか判断がつかないことがあります。ネット販売の場合、販売店の責任か設置業者の責任か揉めるケースもありますが、量販店の場合は連絡先が一本化できているので、その点は有利です。総じて自分であれこれ調べるよりは、全てをお任せしたい方には家電量販店モデル、価格を抑えるために自分で情報を集められる方には住宅設備用モデルが断然いいかなと思います。さて、各社の価格傾向としてはお店や販売時期にもよりますが、パナソニックが指定価格制度で住宅設備用モデル含め高め、次いでダイキン、そして三菱電機、日立は安い傾向です。続いて口コミです。口コミ数百件分のデータをまとめました。総じてパワーに関しては各社満足されている方が多かったです。一方 AI 運転については絶賛されている方も多かった中、効果を体感できず結局手動運転しているという声もありました。ご使用環境によっては進化を発揮できないケースもあるようですので、過度な期待は禁物かなと思います。個人的にはそろそろスマホのアプリ上で間取りとエアコン取り付け位置を入力できるようにして、本当の最適運転をお願いしたいところですね。ダイキンは過酷な環境での運転に定評があり、下位モデル同様その耐久性、安定性が好評でした。コンプレッサーもベーンとローラーが一体化されている構造により、金属と金属の摩耗が少なく耐久性に寄与しています。それから24時間365日スタッフが常駐し、休日や夜間も対応するサポート体制がいいという声がありました。相談だけではなく対応の速さにも定評があります。悪かった意見としては加湿効果が賛否両論でした。冬の時期加湿効果を感じるかは環境によるところも大きそうです。また加湿にかかる電気代が思いのほか高い、人によっては音が気になるという意見、除湿運転が複雑なせいかうまくはまらなかった、上位モデルの室外機の大きさが気になるという声が一部にありました。続いて三菱電機、お手入れがしやすいと好評でした。三菱電機は設計ポリシーとしてユーザーのお手入れのしやすさに重点を置いています。パーツが簡単に外せる構造となっており、フラップの奥や熱交換器にも簡単にアクセスできます。ご自身で掃除されたいという方に強くおすすめです。それから室外機の大きさも他社より小さめなものが多いです。またダイキンも上位モデルはそうなのですが、三菱電機は全モデル日本製なのがいいという声がありました。悪かった意見としてはアプリが使いにくいという声があった程度で、目立った酷評はありませんでした。三菱電機のアプリはコストをあまりかけていないのか、エアコンに限らず使い勝手はあまりよろしくない印象ですが、アプリは帰宅前にあらかじめ冷房や暖房を運転させることで、帰宅後すぐに快適な環境で過ごせたり、電気代を確認したり活用されている方も多いです。続いてパナソニック、
こちらはアプリが使いやすいと好評でした。外からエアコンを操作する以外にも、部屋の温度や湿度を確認できたり、電気代を表示することもできます。力も入っており、家電量販店モデルでいうとエントリーモデルから無線 LAN が内蔵されており、使うことができます。他社の買いモデルだとアダプター別売りのところが多く、1万円程度余計にかかります。またナノイーがいいという意見がありました。花粉や匂いに効果があります。それから自動掃除機能、エネチャージシステムがおおむね好評でした。自動掃除機能は取れたホコリを外に排出する機能があり、嬉しいという意見がある一方、この専用経路は使用環境によっては詰まることがあり、そうなると行き場を失ったホコリはエアコン内部のフィルター以外のところに蓄積されます。本機だけに限りませんが、油煙の多い環境での使用は避けた方がいいでしょう。なお、換気機能付きのモデルでは専用ホースを1本多く使う関係上、非搭載となります。エコチャージシステムは運転が止まらないと好評な一方、霜取り運転中は吹き出し温度が下がる運転となります。そのため外気温によっては寒くなるという声が一定数ありました。その他にはダイキン同様、上位モデルの室外機の大きさが気になるという声がありました。なお、今年のモデルよりロータリーコンプレッサーの構造が刷新されました。ベーンとピストンが一体構造となったことで密閉性が向上。ピストンも自転しない構造により低出力時に効率的な運転が可能に。それから摩耗も少なく耐久性が高くなりました。先ほど紹介したダイキンのスイングコンプレッサーと似ているように感じるかもしれませんが、耐久自体は振動運動を採用しているダイキンのスイングコンプレッサーの方が30年以上の実績があることもあり、優位という見方が多いです。ただパナソニックも高耐久を目指した設計となっているでしょうから、今後の評価が注目されますね。次に日立。日立はやはりその洗浄機能を褒める声が多かったです。ボタン一つで凍結洗浄とファンの掃除ができます。現状最も清潔性に重きを置いているエアコンとなるでしょう。また再熱除湿の除湿運転がいいと好評でした。特許を抑えていることもあり、制御に幅を持たせることができるようです。悪かった意見としては、アプリの初期設定が難しいという意見がありました。評価も少し割れています。それからリモコンのバックライトがないモデルが多いようで見づらいという意見がありました。日立は他の家電でも液晶バックライトをカットしがちな傾向なので注意が必要です。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からどう推移したか見てみましょう。横軸が3年分の時間軸、縦軸が満足度点数。満足度は各社そこまで大きな差はなく、どのメーカーのものを選んでも満足できると思われる中、今回はじわじわと来ていた三菱電機が僅差で首位となり、次いでダイキン、パナソニック、日立という順でした。三菱電機はもともとダイキンと同じく人気の高いメーカーでしたが、2021年に鉄道空調装置で30年以上にわたる架空検査データが次々と発覚。一時信用がガタ落ちしましたが、一定の決着をし回復してきました。今後はこのようなことがないように頑張ってほしいですね。ダイキンは今回惜しくも2位でしたが、価格が他社より高めであるものの、点数自体は非常に高い点数を推移しており、変わらず人気なのが伺えますね。なお、安価な買いモデルの情報が知りたい方はこちらの動画で解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。一言まとめ。選び方としては、お手入れのしやすさ重視で多彩なセンシングに惹かれた方は三菱電機、冷房スペックが高くアプリの活用に魅力を感じた方はパナソニック、清潔性重視で除湿に定評のあるエアコンをお探しの方は日立、
安定性、耐久性に定評があり、加湿や換気もできるエアコンであればダイキンが候補です。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。